こんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、久しぶりにあのシリーズやっていきたいと思います。お昼ご飯シリーズ。それも、上限なしでいきます、今日は。もう大人の力を解放しちゃいたいと思います。お店に行って、あ、これ食べたいなって直感で思ったものを、ブワーッと買って、それでお昼ご飯を作っていきたいと思います。毎回ね、上限なしにすると、なんか旅館みたいな飯になるんですけど、それはそれでありかなと思いますんでね。さて到着しましたと。いい天気だな。絶好の魚さばき日和ですね。行きましょうか。お、誰かと思えばあんた弁当を食べるときにお、弁当食べましょう。ちょっと見せて、今日の弁当。見る見るの見る見たい。ジャギーン言うだろ。めちゃくちゃいい弁当じゃん。めちゃくちゃいいよ。今日何やきたんあんた。なんだと思う。当ててみて。当ててみて。当てるよ。当てて。本当当てて。本当当てる。ガチでガチでガチで。今食べたい刺身定食を作る。惜しい。本当に惜しいじゃん。マジ惜しい。もう一個分かった。姿作りだ。違いますね。違うんだ。正解発表していいですか。お願いします。上限なしお昼ご飯作ってみたシリーズ。あ、そういうことね。はい、そうです。贅沢な自分の食べたいものを作るってことだ。そうなんですよ。ああ、いいね。なのでちょっと水槽を見せてもらっていいですか。体だけど見てって。マジっすか。体だけど、まあさっき言ったんだけど姿が見えないから。本当です。マジで何も姿ないじゃん。ガチ。今年はさ、量が少ねえじゃん。少ないんだ。本当にないんだ。ガチで。またその企画の時にしてください。わかりました。他で買いますわ。そうだね。1週間前に連絡くれるかな。僕急に来ますから。気まぐれなんで。なんかあっちにいいのあるじゃん。ある。これめっちゃいいのおるな。昔からずっとここいるんですけど手出さなかったんですよね。でかい島味1尾4000円から生きてるやつ、これ買おう。これをベースに姿作りを作っていこう今日は。うおー、いい島味ですね。ありがとうございます。シャコもいいな。漁師町のビールのお供といったらシャコエビなんですよね。ゆでシャコ。タコもあるな。夏だなここ。めっちゃ夏で、渡りガニね。渡りガニは今日買っていきますよね。で今もう内子が出てこうやって外子になってますね。なので今からはオスがうまいかなと思いますね。こう上からパッと見てオスかメスか見分ける方法があって、それは爪の長さ。爪が短いのはメスで、こういう風に爪がちょっと長いの、これはオスですね。裏めくればね、ふんどしで一発で分かるんですけどね。小魚エリア下ビラメ300円ですね。小イカ600円で、今が時期のキス、これね釣りに行きたいな。今年キスすごい多いらしいんですよね。で石餅、これ面白いな。いくらなんだろうこれ。500円かな。石ガレイと全目とこの白と赤立ちですね。カマスに立ちギマですね。角ギマとも言いますね。この前エビすくいですくえたこいつですね。この可愛い立ってるやつ。お母さんおはようさん、元気しとるかい。元気いっぱい。暑いな。なあ、アメリカの方から来たんだ。アメリカの方が来てくれたの。大好きだと言って、帰ってくるまでそこらね、わ、これは本当だ。カリフォルニアところ。嬉しいな。今も YouTube 見てくれたと言って、カキを買ってくれて。ありがとう。まあ、ありがとう、ありがとう、こちらこそ。いいえ、ちょっと見ていい？わ、岩牡蠣とかもいっぱいあるな。岩牡蠣もちょっと食べたいな。大わさびもいいな。うわ、車エビもいいな。もうなんか全部食べたくなっちゃうな。今日はね上限なしなんで、もういろんなの買っていきたいと思いますよ。うわ、このサトイがいっぱい。お、すげえ。グソクムシがいる。グソクムシとマアナゴ、黒ナマコもいる。あれみたい、水族館の触れ合いコーナーみたいですね。でここに伊勢エビがいっぱいいますね。ほら、大きい次第だな。こいつが釣れたらよう引くだろうな。で下行くとトラフグとでかいヒカフグ、コショウダイと岩牡蠣もおるね。この岩牡蠣でかいな。これもらっていこうかな今日はね。ちょっといろいろ買って帰っていきたいと思います。それじゃあ帰宅。よいしょー。というわけで本日の食材がこちら。たくさんの魚介たちっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございまして、本日の食材がこちら。たくさんの魚介たちっていうことでね、控えめに買ったつもりなんですけど、並べてみたらこんな感じですわ。買いすぎた。まず買ったものを紹介していきますね。まず丸魚系ですね。今日のメインこちら、養殖の島味ですね。まだ泳いでるやつ。ほんでこちら伊勢エビも買ってきました。伊勢エビと、でこれがノドグロですね。
で、こちら、天然の車エビ、お母さんのところで買ったやつね。で、咲くものが、ウニと大トロ、そしてキハダマグロ、本マグロの赤身、ノルウェー産サーモン。こちら買ってきました。やっぱマグロとかサーモンが入った方が、お刺身の盛り合わせ綺麗になると思いますんで。ほんで、大きなメスの渡りガニ買ってきました。オスもあったんですけど、あえてメス買ってきました。いつも皆さん、内子びっしりのカニを見てると思うんで、外子になるとこんな感じになるよっていうのを見せたくて、あえて大きいメスのやつを買ってきました。地元で採れたアワビですね。黒アワビ。まだ生きてます。で、これも地元で採れましたサザエですね。で、これ大アサリ。大きいやつです。で、ハマグリとアサリも買ってきました。で、お味噌汁かなんか作りましょう。で、こちら。大きいですね。この岩牡蠣。僕の拳より大きい岩牡蠣買ってきました。これはもう生でいきましょうね。そして、皆さん、今月も朝日さんから暑い夏にぴったりの工場出来たてのうまさ実感パックをいただけました。月に一度の特別なスーパードライですからね。もう今すぐにでも飲みたいんですけど、ちょっと我慢。出来たての銀色のやつを実食の時に飲んでいきたいと思います。楽しみですね。じゃあもう今日はたくさんありますんで、サクサクっと作っていきますよ。で、今日はね、刺身の盛り合わせ、これメインです。この巨大船盛りの上に今日買ってきたお刺身でいける魚を盛り込んでいきます。渡りは茹でます。で、大アサリとアワビ1個は網焼き。で、この大きいやつは1個刺身にしましょうか。これ刺身用ですね。全部高級。やばい。これぞ上限なしですよ。ほんで、さっき網焼きって言ったんですけど、アワビはこの陶板に入れて、陶板で蒸し焼きみたいにしましょうか。旅館とか行くとね、出てくるやつ。あれ作っていきたいと思います。では、そんな感じで最高の昼ご飯作り、スタートしていきたいと思います。まずはカニさんから茹でていきましょう。まずはお湯を沸かします。で、今日使うお塩がこちら。マチュピチュインカの天空の塩。ガツンとくるパンチの効いた味。このマチュピチュのお塩を使っていきます。なんかすげえそそられたんでね、買っちゃいました。さーっと。ちょっと舐めてみますか。結構粒は粗いですね。うわー、しょっぱ。ガツンとくるって書いてあるけど、結構マイルドだけどな。はい、沸騰しましたらそこにカニさん入れていきます。ちょっと今回大きいので30分ぐらい茹でていきます。その間にお魚さばいていきます。はい、ではお魚いきます。じゃあまずはエビちゃんからいきましょうか。天然の車エビと伊勢エビ。そしたらまず車エビからいきますね。まずは頭を落とします。ここでパスッと。で、手でちぎった方がちょっと身がこっちにつくんですけど、お刺身にするときは見栄えが悪いので割り切って包丁でスパッとシャープに落とします。僕はこの方が好きですね。この方がね、見栄えが綺麗なんですよね。天然なんで絶対うまいですよ。よくね、天然の生きた車エビが売っとってくれた。頭は頭で茹でます。カニと一緒に茹でちゃいます。よいしょ。そしたらエビの殻を剥いていきます。ムキムキと。こんな感じ。透き通っててうまそうですね。こういう感じでどんどん剥いていきます。はい、そしたら背中を割って、この緑色のやつ、味噌の延長線上みたいなやつと、この背わたを取っちゃいます。こんな感じ。はい、こんな感じ。そしたら尻尾のところだけちょこっと茹でます。氷水を用意して、で、尻尾をちょこっとお湯に入れます。しゃぶしゃぶと。はい、こんなもん。そうすると、身は透明で、尻尾はこうちょっと赤っぽく色づいてて、すごくメリハリのある綺麗なお刺身になります。そしたら氷水にポチョン。こういう感じで全部やっていきます。で、頭も救出しましょう。頭も取って氷水で。はい、で冷えたらこの角を持ってパカッと開きます。そうするとこうね、味噌が吸いやすくなりますんでね、それにコウモリつけるとすごく綺麗なので、こういう形にしておきます。はい、これで車エビの仕込みの完成。では次、伊勢エビいきます。伊勢エビはここから包丁を入れてグリ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 っと。で、頭はこれ刺し盛りで使いますんで取っておきます。今日は割ったりしません。そしたら伊勢エビのこのヒレヒレを切っていきます。はい、ヒレヒレが切れたらこの両サイドに切れ込みを入れます。1本、もう1本。
2本ですね。こう入りました。そしたら殻を剥いていきます。上の殻も剥がしていきます。こう指でね、こうやって節に沿ってこういう風にギュルギュルギュルっと剥いていきます。指でやるのが嫌な人はちっちゃいスプーンとかでやってあげるといいと思います。はい、こんな感じ。そしたらここら辺から半分に割ってこれですね、背わたを取り出すと。はい、こんな感じ。綺麗ですね。裏はこう、表はこう。そしたら氷水に落としてぬめりを落としていきます。はい、これでエビの仕込みの完成ですね。次はお魚いきましょう。おっと、魚さばく前にカニがいい感じになりましたので、こちら先盛り付けていきます。ではサクサクっとさばいていきます。まずはのどぐろからいきましょう。鱗を外します。はい、そしたらエラを外して頭を落とします。ちっちゃいけどね、これはいいと思うんだ。やっぱりだ、油ありますね。はい、そしたら3枚におろします。尻尾の方から1本反転させて、背中の方にも1本ガイドラインを作って中骨までいく。で、腹骨を外すと。反対側も一緒ですね。下に1本で上に1本。はい、こんな感じ。そしたら腹骨を外します。できるだけ腹骨に身がつかないようにね、薄く薄く取っていきます。はい、そしたら血合い骨を抜いていきます。魚体がちっちゃいんでね、割ってしまうと身が少なくなってしまいますんで、ピンセットで骨を抜きます。で、のどぐろはね、とても骨抜きやすいです。はい、これでのどぐろの仕込みの完成。今日はのどぐろは炙って船盛りに入れていきたいと思います。お次はこちら、ジョン、島味ですね。まずは鱗を剥がしていきます。はい、鱗が取れましたらエラを抜いていきます。なんでエラ抜くかというと、船盛りに頭を使う場合はエラを抜かないとエラのぬめりとか血がつまに落ちちゃいますんで、できるだけエラは抜きたいですね。その方が衛生的ですよね。はい、そしたら次お腹出していきます。はい、こんな感じ。養殖の島味は油バッチリです。すごいですね、相変わらず。まるで牛脂ですよ。カマの下に1本入れてお頭付きでさばいていきます。で、島味の皮のめくり方、こういう風に入れて、で背中とお腹、ここに1本ラインを入れて、でこの背中の取っかかりからベリ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 っと皮めくるやり方もあります。でも今日はそれやりません。こっちのベリベリってめくるやり方の方が簡単で失敗はないんですけど、どうしてもね、ちょっと筋が残っちゃうような気もするんで、包丁で引きます。鱗しっかり取って薄い柳刃で引けば島味も綺麗に引けますんでね。下に1本、上に1本。ちょっともったいないんですけど、ここら辺から落とす。そうすることによってこの尻尾の肉が残って見栄えが綺麗ですのでね。こっち側も同じように下ろしていきます。で、まな板から頭を落として平らにして、でここから包丁を入れてあげると。そうすると下ろしやすい。はい、島味の三枚おろしの完成。はい、そしたら腹骨をすいていきます。そしたら血合い骨を外します。はい、そうしましたら皮引いていきます。尻尾の方から入れて、できるだけ白い銀ギラを残すと。これがね、結構難しい。
いった。完璧ですね。島味はこの銀ギラを残さないと本当に見た目がね悪くなってしまいますんでね、絶対に失敗はできない。よいしょ、きた。オッケー、バッチリ。腹の方は簡単なんですよ。この背中の方がね結構難しいんですよね。この背中の方はねまたグリーンっぽい銀色ですごい綺麗なんですよ。いけるかな。あ、きた。こんな感じ、綺麗ですよね。こう尻尾の方から入れて、ここで角度を調整。はい、こうですね。綺麗に銀色が見えてますね。この角度のままこんな感じ。はい、このようにのどぐろと島味おろし終わりました。これでお魚の仕込みの完成。次は貝いきます。まずはアワビですね。まず汚れとぬめりがついてますんで、塩を振ってきれいにしていきましょう。そしたら大きい方を船盛りにして、ちっちゃい方は陶板焼きにしましょう。この海藻がいい味出してますよね。このいかにも天然っていう感じの。そしたら隙間から貝ナイフとかで貝柱を取ります。はい、貝柱がこういう風に剥がれました。そしたら剥がれた方の反対側、こっち側からベリッと取ります。いいアワビだなぁ。貝柱が太い。肉が厚い。ほら、この肉厚さですよ。これはうまいと思いますね。そしたらここにくちばしがついてます。この赤いやつですね。この赤いやつを取っちゃいます。で、ここに肝が残ってますんで、こうあるこっち側ですね。ちょっと長い方ですね。長い方からピロピロピロっと取ります。長い方から取らないと破れちゃいますんでね、必ずこっち側からピロピロピロと取ってください。肝も大きいですね。これも食べましょうか。そしたらこの殻も使いたいので、殻は煮沸します。はい、これでアワビの仕込みの完成。お次はこちら、巨大岩牡蠣。これ割っていきましょう。それの隙間に貝ナイフを入れていきます。ここら辺ですね。ブスッと、はい、入りました。そしたらグッと押し込んで、ここら辺までいきます。で、貝柱に当たりますんで、貝柱を切る。はい、断ち切るとこうやって開いてきます。結構太いんで、割とワイドな範囲でこういう感じで貝柱を断ち切ってください。そしたらこの平たい方の外頭膜を全部下に下ろします。牡蠣のヒレヒレのところですね。そしたら手切らないように気をつけてもらって、バカッと開きます。うまそう。でけえな、やっぱ今の時期は。そしたらこっち側の貝柱も外していき、で、殻一回外して、これもゴシゴシこすって、一度これも煮沸消毒すると間違いないですね。やっぱりね、牡蠣の殻っていうのはちょっと汚いのでね、お湯にジャポン。で、牡蠣の身は食べやすいように半分に切ります。ザクッと。こういう風に切っちゃうと、このお腹の方とヒレヒレの方で食感がまるっきり違う2つの部位が楽しめます。でも僕がさっきやったように縦にやるとお腹のところとヒレヒレのところ両方ついてますんで、同じ味わいが楽しめますね。これは好みですね。そしたらお皿に煮沸消毒した岩牡蠣の殻、流水できれいに洗って水気を拭き拭きと、で念のためアルコールでお皿に乗っけて、と緑も入れて、でそこに身を戻します。もみじおろしとかぼす添えましたら、はい、岩牡蠣のお刺身の完成。そしたらサザエも一つ刺身にしましょうか。くり抜いてよっと。そしたらこの渦巻きの下からチョキンと落とします。この渦巻きの下のぐるぐるは甘くてうまいです。で、渦巻きの上のここですね、こっちはちょっと苦くてたまに砂噛んでますんで、これは取っちゃいます。で、ここですね、このヒレヒレも取っちゃいます。これ苦いのでね。で、この黒いところも落とすと。で、蓋を外してよいしょ。で、くちばしを取ると。で、塩かけてぬめりを落とす。で、洗います。はい、これでサザエの仕込みの完成。はい、次は大あさりですね。ちょっと仕込みの時間が長いですね。最近稀に見ぬこの仕込みの時間の長さじゃないですか。大あさりで最後なんでね。はい、割りました。そしたらこの隙間を洗っていけば大あさりの仕込みの完成。そしたらお次、やっぱりお味噌汁は必要ということで、今日はあさりのお味噌汁でいきます。よーく洗ってあります。まず昆布で出汁を取ります。はい、沸騰直前で昆布を取り出して、で、あさりを今日は豪快に入れます。出汁たっぷりで全部食べよう。琥珀さんもりもりでいきたいと思います。で、あとこれ蓋が開いたらお味噌を溶かしてあさりのお味噌汁の完成。
はい、そうしましたらこちらのお刺身切って盛り付けていきましょう。まずは土台を作っていきましょう。ドセンターはやっぱりこれアワビですよね。わかめを切ってわかめもちょっと盛り付けると。でツマをポンと乗っけて、よし、そしたら切っていきます。まずは貝柱を外してこっち側に切れ込みを入れます。そして切っていくと。そしたらこれをアワビの殻に戻すと。はい、こんな感じ。そしたらアワビの貝柱も薄くスライス。3等分ぐらいですかね。で、ここに戻して貝柱もここに乗せると。はい、先端はアワビ。そしたらお次はこの島味で土台を作りましょう。大根に楊枝を刺して、で頭に楊枝をブスッと。で頭を持ち上げます。でもう一個大根に楊枝を刺して、で次は尻尾ですね。尻尾の方もこういう風に持ち上げます。はい、こんな感じです。そしたらここに土台を置くと。大根のおかげでしっかりと立ちますね。でつまをもりっと盛ります。で大葉をかまします。島味切って盛り付けていきます。ちょっと厚めにいきましょうか。このぐらい。でお腹の方も切っていきましょう。はい、これで島味 OK。 そしたら次は伊勢エビ。伊勢エビはここら辺に行きましょうか。お頭をゾンと置いて、ちょっとひげがね飛び出る感じで、でここに器を置いて大葉敷いて、で伊勢エビを切ります。ザク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 と。でここに盛り付けると。 OK。 ここちょっと寂しいのでこれいきましょう。サザエ。船盛りにサザエがちょんって入ってると僕テンション上がっちゃうんですよ。入れてこの辺ちょこっとサザエ置いておきましょう。いいね。1個入るだけで映えますね。やっぱりやばいな、ちょっと入らなくなってきた。あとこんだけしかスペースない。ちょっとモリモリにいきますね。車エビいきます。綺麗ですよね、車エビがこう入ると。頭もこういう風に置くと。では次こちら裂くものいきましょう。まずこちら本マグロいきましょうか。ちょっと形がいびつなんで成形してで切っていきます。で次こちら大トロですね。で次サーモン。よし、次のどぐろいきましょう。のどぐろは炙りでこうやって切ってから炙っていきます。そしたらちょっとエビの頭1個どいてもらって、ここにのどぐろを置きます。よいしょ。そしたら最後ですね、ウニちゃん。板ごと乗せたかったんですけどちょっと乗らないのでこう斜めに切ります。プラスチックごとこんな感じ。そしたらここら辺に差し込みますか。ここら辺に刺して大根をうまいこと隠すと立体感も出ていい感じ。そしたらここにあしらいを添えていきます。夏らしくひまわり、そしてちょっとデンファレもアワビの横に。お花って綺麗だよね。で僕の最近激ハマりしているスイーツ、かぼすですね。
ちょっと厚めに切りまして、大車輪向き。果肉を外す。そしてじゃあエビのゾーンですね。エビと柑橘はよく合います。ここに忍ばすと。そしたら芽ネギをちょっと切って先端揃えて伊勢エビの上、赤い綺麗な大根も切ってスイカみたいですね。夏っぽいですね。ここら辺に忍ばしましょうか。でみょうがもありましたんで、みょうがもちょっと添えましょう。で最後わさびですね。こちらのわさびすり器でおろしていきます。長次郎作って書いてあるけど誰なんでしょうね。一度お会いしたいですね。長次郎さん、会ってみたいリストに確実に入ってきてる人物です。そしたらわさびをここら辺に添えて、余ったかぼすもここら辺に添えて、はい、これで島味をベースとした豪華上限なし船盛りの完成。はい、じゃあ完成いただきます。よっしゃ、食べていこう。とんでもない量になりましたね。やっぱり予想通り昼ご飯というよりかは旅館の料理みたいな感じになりました。ほんでなんか知らないですけど牡蠣がうちに届きました。なので牡蠣が追加されましたんでね、これも焼きで食べたいと思います。さあじゃあ一つずつやっていきましょうか。まずこちらの焼き物系の火をつけていきましょうか。よし、じゃあまずこちら大あさり、サザエ、ハマグリですね。でこの陶板の中身がアワビ。よし、酒とお醤油混ぜたもの、こちらを大あさりに、そしてサザエにも。でこれを焼いてるうちにここら辺行きましょうか。まずこちら岩牡蠣です。うまそうですね。ここにかぼすを絞ってちょっとでポン酢をかけて、こちらいただきます。うめえ。やっぱお母さんとこの岩牡蠣うまい。臭みがなくてね、この紐のところはコリコリで、お腹のところはジューシーで最高ですね。でちょっとお味噌汁もいきましょうか。あさりだらけいただきます。うめえ。これにご飯、これだけでも豪華なんですけどね。ちょっとカニは後にしましょうか。ちょっと焼き物がいい感じなので焼きいきましょうか。大あさりグツ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 いい感じですね。で裏返してお腹の方もしっかり焼いていきます。でサザエもぼちぼちですね。ハマグリも開いてきました。よし、大あさりもいい感じ。サザエもよしだな。こんな感じですね。そしたら大あさりにはマヨネーズいただきます。うまっ。びっくりするぐらいジューシーですね。ほんと大あさりはね、皆さんぜひ一回食べてみてほしい。美味しい貝ですよ。次ハマグリ。ハマグリはうまみがすごいな、やっぱ。そしたらサザエいきましょうか。よっと、うお、最高ですね。ではこちらいただきます。うめえ。やっぱ変おじも言ってましたけど、つぼ焼きだったらこのサイズが一番うまいっす。身が柔らかくてほろ苦くて最高ですね。ちょっともうね、さすがに我慢できないんで今日はもう出しちゃいます。せーの、でん。ギノのやつ工場出来たてバージョン、月に1回の特別なスーパードライですよ。毎月月末の金曜日に発売されるのを楽しみで仕方ないんですよ。もう夜しか寝れない。火曜日に製造されて金曜日に発売されるなんて、朝日さんの企業努力がすごいですね。今月は7月の29日発売です。皆さんぜひお買い求めくださいね。はい、こちら7対3ですね。
いただきます。この辛口のうまさが魚介料理に合うね。飲んだ瞬間の飲み応えとキレの良さが最高です。だってそろそろアワビちゃんがいい感じだと思います。おー、いいね。うわ、全然縮んでない。アワビステーキですね。よし、切って、じゃあここら辺いきますか。いただきます。うめえ。いい海藻を食べて育ってんなっていう味してますね。めちゃくちゃうまい。よし、ではではこちらお刺身いきましょうか。結構今回のお刺身は力作ですよ。今回のお刺身のテーマは夏ですね。ひまわりがポイント高いですよね。これ僕ん家で種から育てたひまわりです。今日摘んできました。でやっぱりまずね、こちら水槽で生きてた島アジ、こちらいただきます。わさびを持ってちょっとつけていただきます。うめえ。ほんと島アジって美味しい魚ですよね。カンパチともブリともマアジともまた違うこのね、島アジの美味しさありますよね。では次こちら天然の車エビいただきます。うまっ。これは完全に銀色ですわ。うめえ。このスーパードライは料理のうまさがさらに際立つ。めちゃくちゃ合う。では次こちらアワビいきますか。これ醤油にペットつけていただきます。柔らかい。やっぱ黒アワビって柔らかいですよね。なんかこの貝柱のところに行きましょうか。ここはここでまた食感が違くてうまいんですよ。うまっ。次のどぐろいきましょう。のどぐろわさびたっぷりつけて。のどぐろぐらい脂の乗ってる魚はわさびこのぐらい乗っけていいんですよ。ちょんちょんいただきます。うまっまあのどぐろは外しませんわな。あんだけ脂乗ってたら美味しいですわ。では次伊勢海老いきましょう。いただきます。うまっ。やっぱ伊勢海老はね、生の刺身ですよね。いろんなことしましたけどこれが一番うまい。そしたら最後カニいきましょうか。カニちゃんメスの大ガニですね。このね外子もね、食べる人は食べるんですよ。食べるんですけど僕はねあんまり好きじゃないんですよね。ちょっとガミガミしてますね。でこう見てください。外子が出ちゃうと今の時期こんな感じなんですよ。これがねちょっと皆さんに見てもらいたかったんですよ。なので夏場はお酢を買うのがおすすめ。ちょっとねスカってますよね。でも安いんですけどね。なのでこの時期のメスのカニはだしにするといいですね。お味噌汁とか。といってもこんだけありますからね。いただきます。うまい。味は抜群。いやにしてもちょっとね今回作りすぎました。タニヤン呼ばないといけないぐらいの量ですね。今回今からね家族が来るんでみんなで食べていきたいと思います。海の恵みに感謝。ごちそうさまでした。ということで今日は上限なし、好きな魚介だけを買ってお昼ご飯作ってみましたけども、すっごい豪華なのができた。やっぱ作っててあれは達成感あるしね、食べて美味しいし、料理って素晴らしいなって思いますよね。本当に楽しい。そしてこちら僕の一押し、工場出来たてのうまさ実感パック。もう定番になってきてますよね。やっぱこれを飲むと月末が来たなーって感じますね。先月からこうパッケージも変わってね、すごいかっこよくなったんですよ。さらにそそられるパッケージになっちゃった。この工場出来たてうまさ実感パックは毎月月末の火曜日に製造して金曜日に発売されていて、今月は7月の29日に発売されます。お家で月末の花金を楽しむもよし、家族や仲間と一緒にバーベキューで楽しむのもよしの最高のスーパードライとなっております。皆さんもぜひ飲んでみてくださいね。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。